バーのダチやられてんのにひよってるやついねえよな。こんにちは、亀山大河チャンネルです。今回は漫画家の亀山大河くんに東京リベンジャーズのマイキーこと佐野万次郎を描いてもらいました。マイキーは主人公竹道が所属するチーム東京卍会の初代総長で、冒頭でのセリフがとても有名です。マイキーは少し分かりづらい髪型をしていますが、そこだけクリアできればあとはさほど難しくはありません。それでは実際に大河くんが描いているマイキーを見ながら解説をしていきます。本編へどうぞ。今回はまだ中学生の頃の一番メジャーであろう過去のマイキーを描いていきます。まずは軽い気持ちと軽いタッチでふわっと薄く当たりを描いていきます。なおこちらの動画は録画したものを4倍速で再生しています。漫画家だからものすごいスピードで描かれているわけではありません。いつも大河くんは元になるイラストを自分で選んで、そのイラストを見ながら模写をしているのですが、今回はまさかのフィギュアの写真を眺めながら描いています。他にもいいイラストがいっぱいあったはずなのですが、大河くんはこれをお気に召したようです。マイキーは割と簡単に描けます。顔は癖のない顔立ちをしていて、服装も基本的には白 T に特攻服とシンプルで描きやすい服装をしています。またドラケンやカズトラとは違い、複雑なトライバル柄のタトゥーも入っていません。髪型だけどうなっているのか少し分かりづらいといった感じです。ということで髪型について、マイキーの特徴といえば何といってもこの髪型。時代や世界線によってマイキーは髪型が変わるのですが、この髪型が一番広く知られているのではないでしょうか。なんて名前ですか、この髪型。レイヤーカットでポンパドールのハーフアップ。とりあえず特徴的でかっこいい髪型をしています。この髪型の描き方について説明していきます。まずは前髪。前髪はすべて後ろに持っていってゴムで縛っています。この部分はただただシルエットを描くだけでは頭にお皿が乗っているようにしか見えません。なのでこれに少しテコ入れをしていきます。まずおでこが出ていて前髪の生え際が見えている髪型ですが、こういった場合生え際の部分をただ横に一本の線を引いてしまうとカツラみたいで不自然になってしまいます。なのでその線は消して生え際の部分から髪の毛が生えていっている方向に不規則に線を引いていきます。するとどうでしょうか。何これって感じですが、カツラ感はなくなりました。これだけだとまだ分かりにくいので、髪の毛の流れをこれまた不規則に描いていきます。これで見事に前髪が後ろへ流れていっているのが分かるようになりました。次に両サイドや後ろの髪についてです。マイキーの髪は一本一本髪の毛が生えているというよりかは、いくつもの房がマイキーの頭皮に植え付けられていて、その房の集合体がマイキーの髪型を形成しているように見えます。どういうことかというと、髪型全体のシルエットを描いて、そこに線を描き足して裂いていったり毛束を作っていったりするような描き方ではなく、毛束単位で描き足しながら描いていくイメージです。具体的に言うと、まずは房屋さんへ行き、脱色した房を大量に購入します。マイキーは毛先が軽く跳ねているので、同じように毛先が跳ねている房を選びます。その房を全体のバランスを意識しつつ、一房一房配置していきます。はい、完成といった感じです。房の配置の注意点ですが、同じサイズの房を規則的に配置すると変に綺麗になってしまいます。房のサイズや位置はある程度ランダムに配置していった方がいいです。ただしあくまでも跳ねているのは毛先だけなので、だいたい目より上の部分は跳ねさせず、目から下の位置を跳ねさせていきます。また全て外跳ねではなく、ところどころ内跳ねを入れるとよりかっこよくなります。髪型の話をしていたのでスルーしてしまいましたが、実は大河くん、胸にある「唯我独尊」の文字にかなり苦戦していました。最終的には自分でわざわざマスを4つ書き並べ、そこに1文字ずつ文字を書いていました。マイキーが完成したので、左に正面を向いたマイキーの全身イラストを描いていきます。諦めました。正面を向いたマイキーの全身イラストを大河くんはなぜ諦めたのでしょうか。理由は2つあります。
まず一つ目は正面顔であったということ。初心者は割と正面顔を描きがちですが、正面顔はとても難しいです。理由は簡単で、正面顔はしっかりと左右対称でないと不自然になってしまうためです。正確な左右対称を描けないと正面顔はうまく描くことができません。デジタルアートの場合は頻繁にイラストを左右反転させ、確認しながら描いていくことでこの壁を乗り越えることができます。紙に描く場合でも紙をひっくり返して後ろから光を当てることで左右反転したイラストを確認することができます。タイガくんは撮影の関係上、紙の四隅をマスキングテープで固定しているので裏から確認することができません。そのため綺麗な正面顔を描くことに苦戦してしまいました。そして2つ目の理由がイラストを小さく描いてしまったためです。大きければ大きいほどいいというわけでもないのですが、絵は小さく描けば小さく描くほど難易度が上がります。そうなのと疑問に思った人もいるかと思います。A4 用紙に大きく絵を描くのと紙を得たガムを捨てるための紙に絵を描くのとではどちらの方が難しいかは明らかだと思います。ただ小さく描くことで苦手な部分をぐちゃぐちゃに描いて潰しごまかすことはできます。しかしその反面、逆に細部をきれいに描こうと思うと非常に難しくなります。線を重ねれば重ねるほど勝手に絵が潰れていくためです。小さく描くのはイラストを描くスキルに加え手先の器用さも必要になってきます。世の中にはお米に絵を描く米粒アートたるものが存在しますが、もはや職人の世界です。そのため基本的には絵は大きく描くことをお勧めします。手先は器用であるに越したことはないのですが、お絵描きに手先の器用さは必須ではありません。のびのびと贅沢に紙いっぱいに大きな絵を描いて練習しましょう。大きく描くと描きやすいだけでなく細部のごまかしも効かなくなるので練習にはもってこいです。まあ結局タイガくんまた小さく描いてしまっているのですが、マイキーは何もなければ普段は無邪気で明るい性格をしているのですが、冷徹で容赦ない一面もあり大きな闇も抱えています。普段は陽気でも野望を持っており闇を抱えている。どこかシャーマンキングの覇様みを感じますね。まとっている雰囲気や顔立ちもなんとなく覇様に似てなくもないです。東京リベンジャーズはほとんどのキャラクターが目に白い反射の光がありません。反射の光が大きくなるとどうしてもキュートな感じが出てしまうのでクールに重きを置いた結果でしょうか。私自身なぜそうなのか明確な理由は分かりませんが、何か理由はあるのかと思います。主人公の竹道は目に光がありますからね。マイキーも例に漏れず目に輝きがないのですが、マイキーはそれに加え黒目部分全体が黒く瞳孔と一体化しています。なので他の東京リベンジャーズのキャラクターたちとはまた違った目をしています。これはおそらくマイキーの暗い一面を表現しているのでしょう。マイキーの相棒であるドラケンこと竜宮寺剣も同じような目の色をしています。マイキーを描くときはそんな冷徹さや抱える闇を意識しながら描いてみるとよりマイキー感が出ます。人のイラストを描くときはその人がどんな人で今どのような状況で何をしているのか、何を考えているのかなどより具体的な情報をイメージしながら描いていくと一歩上のより命の吹き込まれたキャラクターを描くことができます。ところでマイキーがこんな車の上に座っているシーンなんてありましたっけ？まあいっか。完成しました。メビウス潰すぞ。3、2、1。じゃじゃーん。いかがでしょうか。右のマイキーはマイキーのフィギュアを見ながら描いたためアニメとも原作とも若干違うテイストになっていますが、それでもしっかりとマイキーになっているかと思います。マイキーは少し分かりづらい髪型をしていますが、決して描くのが難しいキャラクターではありません。ノートの1ページいっぱいいっぱいに贅沢にマイキーを描いてみましょう。クソ退屈な授業中にでもぜひお試しください。ご視聴ありがとうございました。